暑い。うちエアコンつけられないんだけど、どうしよう。エアコンは壁に穴を開けたり、外に室外機を置いたり、お住まいによっては設置できないケースもまだまだ多いです。そんな時におすすめしたい冷房家電、スポットクーラーと窓エアコン。大手メディアでもこの時期よく取り上げられる人気な冷房機ですが、実は買って後悔する人が多い家電でもあることをご存知でしょうか。今回はなぜ後悔する人が多いのか、加えて各メーカーの特徴や評判を解説していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。はじめにスポットクーラーと窓エアコンの違いについて触れておきます。スポットクーラーも窓エアコンも見た目こそ違いますが、構造的には同じで、エアコンの室外機と室内機が一体化したものです。部屋に設置して使えることからエアコンと違い、大規模な設置工事が不要です。そのため、エアコンを設置したくても壁に穴を開けることが難しい物件であったり、室外機を置くことが難しい事情、エアコン専用コンセントがなく増設工事をしないといけないケースにおいて、夏をしのぐ家電として人気があります。冷房能力はエアコンと比べると弱く、メーカーにもよりますが、木造であれば 4.5 畳、鉄筋住宅であれば7畳程度までの広さを推奨としていることがほとんどです。それ以上の広い部屋では出力不足を感じることもあるでしょう。風向きも自動で変わらないモデルが多いので、温度ムラが発生しやすく、部屋全体を冷やすにはサーキュレーターや扇風機との併用が望ましいです。それから室外機と一体化している分、音が大きく、寝室において安眠できるかは人によりそうです。また、大体のエアコンはインバーターを標準搭載しており、室温に応じて出力を自動調節しますが、スポットクーラーや窓エアコンにはそういった機能がないので、電気代がかかります。一方、価格は工事代を含めたエアコンより安く、本体重量はありますが、移動させることができるので、設置に自由度があります。総合的に見ると、エアコンを設置できる環境ならば、素直にエアコンを取り付けた方がいいでしょう。ただ、エアコンがつけられない環境ならば、おすすめできる冷房機ではあります。なお、大規模な工事は不要ですが、設置に関して最低限の労力はかかります。スポットクーラーを室内で使う場合、高熱な排気をダクトで外へ逃がす必要があります。窓パネルと排気ダクトが付属されていますので、これらを組み合わせて部屋の窓から排気します。窓パネルが窓に合うか、事前に高さを確認しておく必要があるでしょう。窓エアコンの方は固定用の枠があり、これを窓のサッシの部分に合わせて取り付け、本体を設置します。メーカーにもよりますが、窓に10ミリ以上の溝がない場合などは、専用金具を取り付け、ネジ穴を開けることになるので、賃貸物件の場合は必ず大家さんに確認しておきましょう。退去時に原状回復を求められる可能性があります。窓エアコンの場合は、窓の高さに加え、この立ち上がりの溝が十分かどうか2点の確認が必要となります。設置難度的には窓エアコンの方が高いでしょう。なお、これらの要件に当てはまらなくても、うまく DIY すれば二重窓にも取り付けることは可能なことが多いですが、取り付け強度などの面で自己責任となります。また、スポットクーラーと窓エアコンは設置以外にも空気の循環方法という決定的な違いがあります。スポットクーラーは多くの場合、室内の空気を吸い込み、冷やした空気を室内に、そして高温になった空気を外へ捨てます。室内の空気を外へ捨て続けるので、家の中の気圧が下がります。これを負圧と言いますが、玄関のドアが重くて開かないのは、だいたいこれが原因です。家の中の気圧が下がると、圧力を元に戻そうという力が働き、外気が室内に流れ込みやすくなります。そのため、涼しい風が出ている部分は涼しいですが、家のどこかでは暖かい外気が常に入ってきているので、冷房効果としてはあまり効率的とは言えません。部屋全体を冷やせるかどうかは、
外気がどこから流入するかにかかっており、住宅次第となることが多いです。まさしくその名の通り、スポット的にエリアを冷やす冷房機と言えます。もともとは工場ラインでの作業者の暑熱対策やイベント会場での熱中症対策など、広い空間や屋外で使う想定の冷房機なので仕方のない部分です。一方、窓エアコンはエアコンと同じく外気を吸い込み排出。室内の空気は外に捨てず、部屋の中だけを循環しています。そのため、家の中が不圧になることはなく、外気が流入する心配がありません。よって、同じ冷房能力のものだったならば、多くの場合、窓エアコンの方が冷房効率は高いでしょう。メーカーによっては不圧を嫌い、吸気ダクトまであるスポットクーラーも世の中にはありますが、ダクトが2本になり、かさばりますので、あまり人気は高くないようです。これだけ聞くと窓エアコンの方がいいように見えますが、冷房の最大出力自体はスポットクーラーの方が大きく、設置の難易度も窓エアコンの方が高いです。スポット的な使い方で最大出力を求めるならばスポットクーラー、小さめな部屋の運用で効率を求めるならば窓エアコンを選択されるのがいいでしょう。ところで夏の時期、デメリット情報には一切触れず、エアコンの代わりになると誤解を与えている情報番組を本当によく見かけます。スポットクーラーや窓エアコンはその特徴を理解することが何よりも重要です。できること、できないことが明確にあるからです。よくエアコン並みの冷房性能を期待して使えないと言っている方がいらっしゃいますが、それは仕組み上無理なので、過度な期待は禁物です。それでは早速大手4社、中富、アイリスオーヤマのスポットクーラーとコロナ、小泉の窓エアコンを比較していきます。まずは冷房出力。この数値が大きいと文字通り冷房能力が高くなりますので注目すべきスペックです。良い点を青字、いまいちな点を赤字で記しています。なお、範囲で記載しているものは下位から上位モデルの出力という意味になります。数値で見ると中富は 2.6kW まで、そしてアイリスオーヤマは多くのラインナップを揃え 3.1kW まで対応。出力という点では最も優れています。一方、コロナと小泉の窓エアコンは 1.6kW までとなります。これはエアコン6畳クラスにも満たない数値で、冷房出力としてはどちらもかなり控えめな数値でしょう。適用畳数の目安は設置環境にもよりますが、2kW で6畳くらいまでと考えていいかと思います。続いて光熱費です。8時間運転した際の電気代を記載しています。冷房の出力値が違うので単純比較は難しいですが、1kW 出力に対する電力効率という点ではスポットクーラーの方が高いです。ただ窓エアコンは冒頭に説明した不圧にならないことから冷房効率自体はいいのでこの評価としています。冷房出力が足りているならば窓エアコンの方が部屋全体を冷やす用途に適しているでしょう。なお、エアコンの電気代は運転時はだいたいこれの6割。設定温度到達時はほとんど電気代がかからないことからかなりエコと言えるでしょう。続いて静音性。静音性はデシベルという単位で表され、値は小さい方が静かという意味です。一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインなので、各社それなりに音はすることがわかります。比較してみるとコロナのスペック値が高いです。たかが数デシベルと思うかもしれませんが、3デシベルで 1.4 倍、6デシベルで2倍違う計算です。なお、静音性に関してはコロナに限らず不満の声が多く上がっていましたので、目安程度に捉えるのがいいかと思います。やはりエアコンの室外機が室内、もしくは窓についているような構成ですので、音に関しては少し覚悟する必要はありそうです。次に設置性。冒頭にも触れましたが、ここではもう少し詳しく解説します。スポットクーラーは
高熱な空気を外へ排気するため、付属の排気ダクトと窓パネルを組み合わせるのが一般的です。この窓パネルが住宅の窓サイズに合うかは事前に確認する必要があります。購入時についてくる窓パネルを比較すると、窓の高さ対応範囲はこのようになっており、アイリスオーヤマが優れています。これは窓パネルの枚数も関係しており、大きさの違うパネルを組み合わせることができるからです。アイリスオーヤマは3枚で多く、中富は2枚と少ないです。なお、高さのあまりない小窓に取り付けたい場合、枚数の少ない中富はノコギリなどでカットして高さを調整する必要があることには注意が必要です。排水も必要によっては考えなければなりません。各社、結露した水分を本体内部で蒸発させ、排水を不要とするノンドレン方式を謳っていますが、硬質な環境であれば蒸発が間に合わず、排水が必要となります。その場合、満水エラーで本体が停止した時に排水するか、排水ホースを取り付けて常に排水するかの2択となります。排水ホースを用いる場合は、バケツなどの水受けが必要となる点には注意です。窓エアコンは取り付け枠を窓に装着し固定。本体を取り付けるだけなので、スポットクーラーと違い、ダクトやホースなど場所を取ることはなく、排水も外に排出することができます。ただし、窓に取り付けることから振動の伝わりにくい強固な窓に装着するのがいいでしょう。それから日中お使いの予定であれば、日当たりのいい南側や西日が直接当たるような箇所に取り付けると、本体の温度が上昇し、冷房の効きが悪くなる弱点があります。取り付ける場所の日当たりには注意した方がいいでしょう。それ以外に共通の注意点として、雨どいの直下も避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所への取り付けが望ましいです。それから使用中は窓に鍵をかけられないので、もし鍵をかけたい場合は補助鍵でカバーすることとなります。1階にお住まいの方は気になるところでしょうか。窓のサッシに穴を開けないタイプを選ぶといいでしょう。なお、窓エアコンも含めた窓のサイズ対応範囲はこのようになっており、アイリスオーヤマが最も対応範囲が広いです。続いて価格です。単一出力あたりの価格で考えると、スポットクーラーの低出力モデルが全体的にコスパが良く、窓エアコンが全体的に高価な印象です。ただし、冒頭で取り上げた冷房効率は窓エアコンの方がいいので、それを差し引くとそこまで大きな価格差とはならないかなと思います。ご自身のニーズに合ったものを選ぶといいでしょう。続いて口コミです。総じて冷房のパワーに関して好評、不評が両極端な印象でした。お住まいの環境にも影響するので、冷房効果に過度な期待は禁物でしょう。それから静音性に関しても各社うるさいという意見が多かったように感じました。中富はコスパが好評でした。それからオーソドックスなスポットクーラーとして人気があります。悪かった意見として各社そうなのですが、うるさいという声が少し他社より多かったように感じました。それから排水ホースをつなぐとノンドレン機能が解除され、排水が多くなるようです。中富のホームページや取説には記載がありませんでしたが、他社製品では記載があるので、そういうものかと思われます。排水ホースをつなぐ際は各社注意しておいた方がいいかもしれませんね。アイリスオーヤマは冷房出力が高めなのが好評でした。パワーという点では最もあります。それからモデルにもよりますが、ルーバーが自動でスイングするのがいいという声がありました。他社は手で調節するタイプです。また、アタッチメントが豊富なのが嬉しいという声がありました。モデルにもよりますが、窓パネル以外にも廊下に排熱するための隙間アタッチメントや補助鍵、雨よけカバーがついており、使い方に配慮がなされています。悪かった意見としては、中富よりもうるさいという意見が多かった印象でした。コロナは冷房効果を褒める声がありました。出力は控えめながら
外気が室内に入ってこないので、効率は原理上高いです。それから排水のことで困らないのがいいという意見がありました。外へ排水できる環境であれば使いやすいです。また、エアコンのように専用コンセントが不要なことが好評でした。さらに2万円ほど高くなるモデルですが、換気機能がついているものもあります。悪かった意見としては、推奨条件が厳しいという声がありました。冷房出力が控えめなため、小さめな部屋での運用が推奨ですが、窓のサッシの形状や日当たりなどを考慮しなければなりません。それから取り付けが大変だったという声がありました。窓に立ち上がりがない場合、補助金具をつけなければなりませんが、そうではなくともストッパーを取り付けたり、窓パッキンを切って貼ったり、20キロ近い本体を持ち上げたりと、そこそこ大変です。続いて小泉は、コロナと同じく冷房効果を褒める声がありました。また、グリルを外して洗えたり、8000円ほど高くなりますが、熱交換器を洗えるモデルもあります。熱交換器は嫌な匂いの要因となるので、これは嬉しいでしょうか。それから室温管理も 2.5 度の範囲で行うと明記してあります。日中は太陽が照っていて、出力的に室温管理は難しい場面もありそうですが、夜間は期待が持てるでしょうか。悪かった意見としては、音が気になる、取説が少し分かりづらい、窓エアコンの宿命か、コロナと同じくもう少し冷房出力が欲しい、取り付けが大変という声が多く上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから数個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。満足度はエアコン並みの冷房能力を期待した方が多くいらして、全体的にいつもより低めな傾向ですが、その中でも中富の点数が高かったです。一方、アイリスオーヤマは他社と比較して口コミでもあった静音性で少し点数を落としてしまったように感じました。参考にしてみてください。したかったばてべ。選び方としては、とにかく冷房出力を優先したい方はアイリスオーヤマ。冷房効率が良く、取り付けることができればコンパクトなところに魅力を感じた方はコロナ。同じく冷房効率が良く、メンテに興味が湧いた方は小泉。バランスが良く人気のモデルが欲しいという方は中富が候補でしょうか。エアコンには負けますが、エアコンが取り付けられない環境であればとても有用な冷房機たちです。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。